孫友は一緒にご飯食べに行ったりとか出かけたり、学生がシニアのもとに訪問して介護保険では賄いきれないようなサービスを。イギリスのゼリくらいですか？絶対伸びないな、そんな感じだ。何か起こった時にどうするの？どういうふうな安心安全を担保するんだ。でもさっきのアカウント絶対バズるんですよ。僕バズると思ったもの全部バズらしてるんで。まあ一応僕も全部バズらせてます。ただやっぱ自分でもできると思うんで、 SNS は自力でやらん方がいいですよ。時間の無駄やから。僕はそれは半々かなと思ってて。半々じゃないですよ。はじめまして、京都大学から来ました、孫友の山本です。世はまさに大高齢化時代やってきました。2025年問題。2025年になると後期高齢者の方が全員75歳を迎えて、75歳を迎えると介護を受ける人が急激に増えてきます。高齢化をどういう風に解決するかっていうところで、僕は若い世代に多様な価値観を届けようと思って解決策を考えました。孫友は一緒にご飯食べに行ったりとか出かけたりとか、スマホの使い方やパソコンの使い方を教えたり、学生がシニアのもとに訪問して介護保険では賄いきれないようなサービスをしている、ある種介護サービスの隙間事業みたいな感じでやらせてもらってます。実際に行った学生からの声で言うと、福祉の学んでいる学生とかもやっぱ介護とはまた違うし、福祉とはまた違った孫友らしいっていう友達っていうところを重視してサービスするのがすごく新鮮だったみたいなような声をいただいております。もちろん学生だけではありません。高齢者、その家族世代にまで僕らのサービスは提供していきたいと思ってます。年を重ねると老化していくと思うんですけど、老化によってできないことが増えていきます。肉体的な老いと精神的なのがあると思うんですけど、結構相関的な関係があるかなっていうふうに思ってまして、肉体が老いるとがっかりして精神が老いる、精神が老いるとできないことが増えたと思ってがっかりして肉体が老いていきます。既存のサービス、どういうサービスがあるかなっていうふうに考えると、介護サービスとか家事代行とかいろいろあると思うんですけど、ここら辺は基本的に肉体ケアにフォーカスしてサービスを提供しているかなっていうふうに思ってます。実際僕も介護施設でアルバイトしてたんですけど、やっぱどうしても人手不足っていう側面もあって、高齢者の方に交流みたいなところはすごく難しいです。実際にじゃあ精神的なサービス、どういうサービスがあるかなっていうと、井戸端会議とかそういうのがあると思うんですけど、実際これって元気な人たちの場っていうところで、介護を受けるとサービスを受けれないっていうところで、僕たち孫友がそこをサポートしていければなっていうふうに思っているという感じです。実際に科学的にもエビデンスは出ていて、若い世代と交流することによって孤独感の減少、うつ病とかのリスクの低下、身体機能、認知機能の改善みたいな風にされてます。実際今僕も京都大学とその他の大学と共同研究もしていて、もっとこの世代間交流というところの魅力を深掘っていく予定です。僕たちのサービスとしてはご家族世代が対象になってます。家族としても元気な親を知るからこそ、今の孤独を感じている親に対してすごくこのままでいいのかみたいな罪悪感を感じている方がすごく多くて、そういう人たちに僕たち孫友が写真付きのレポートを送ることによってすごく感動されたり、介護とは違う喜びみたいなところを感じてもらえております。今現状 SNS とかブログとか介護事業者からの紹介みたいな形で紹介してもらってるんですけど、もっと家族世代でアプローチする手段を見つけれたらいいなと思っています。家族世代へのリーチみたいなところがすごく僕たちとしては課題やなっていう風に思っていて、その中でも直接個人にアプローチするっていう方法もあるんですけど、社会人経験ない人たちで結構集まって起業してるので、企業づての福利厚生とかそういう従業員向けにアプローチしていく方向性を模索していきたいなみたいなところを思っています。大学生に絞った理由とか、なんかメリットとかってあるんですか？孫世代っていうところが一個切り口で、学生っていう切り口はそんなにないんですけど、やっぱ若いといえば学生っていうイメージが世の中的にあると思うんで、まずは学生から始めていってます。なんかマッチングの最大化図るんだったら、ご老人の方って人数多いけども大学生って人数少ないじゃないですか。そこでもったいないことが生まれてるんじゃないかなって思ったんですけど、そんなことはないですか？20代30代の世代を取り込んでいくっていうのも一個方法はありかなとは思いつつ、身元の確認とかが結構危ない人が来る可能性もあり得るっていうところで、そこのリスク管理とかもしっかりした状態で始めなければ難しいというところがあって、今現状学生もう Z 世代って社会貢献欲がすごい高いと言われていて、実際に先日テレビとかに取り上げてもらったんですけど、依頼や営業が10件来て、別で学生からも応募が10件来るみたいな形で、結構学生は集まりやすいっていうところがあるので、今は学生、これからサービスをもっとスケールさせていくときに年齢を上げていければいいなって思ってます。現状は学生の方は足りてて、顧客さんの方が全然足りてないっていう。そうですね。じゃあ確かにいい。今の営業の対象先、どのような形でその対象先を見つけられていってるんですか？今現状は。最初の始まりとか介護事業所とか、高齢者直接みたいな形で依頼ももらってきました。京都府内の介護事業所全部飛び込みで回って顧客が開拓し
していけた紹介とかもあったりで、これからより家族に寄せていきたいっていうところで新しいアプローチみたいなところを自分たちでもやりつつ、今回支援とかも得れればいいなというふうに思ってます。介護事業所に対して、飛び込みで営業して、そこに対して自分たちはどういうことをやりますっていう営業方法で回られたんですか？2点メリットがあって、1つ目が介護保険外みたいなところで僕たちのサービスは使ってもらえると思ったんで、それこそ草むしりとか病院付き添いみたいなところとかもう介護保険ではできないんですよ。そういうようなところを僕たちがやりますっていうアプローチでやってきました。でもう1点が、若い世代って介護はちょっと敬遠してるところがあると思うんですけど、シニアとの交流自体は結構望んでいる、そういう側面があるんで、僕たちのところを入りとして介護の業界に若い世代に興味を持ってもらえるきっかけを作るのはどうかの2点で訴求していきました。実際そこでいくらをいただいて、学生にいくらを渡して、そのサイクルっていうのはどういうようなやり方でやられてるんですか？そうですね、料金については1時間2500円でもらっていて、で学生には1200円から1500円の幅で渡してます。介護事業所の方に関して紹介フィーみたいなのを渡すみたいな方法も取ったんですけど、彼らは正直そこを求めてないっていうところで、結果として無料で紹介するケースもあるし、事業所さんが頼むっていうケースもありました。事業所さんが孫友さんに求められてることっていうのは何だと思いました？僕も現場で働いてて感じてたんですけども、圧倒的に人手不足っていうところがあるので、保険外とかも人がいれば自分たちで多分できるんですよ。ただそこをもうやってる余裕がないし、そこをもうマネタイズするのとか、オペレーションするのも難しい。結果介護事業所のトップでケアマネージャーさんっていう方がいるんですけど、そういう方が無料でサービスを提供してしまっているみたいな事態とかもあるぐらいなんで、彼らの業務負担を減らすっていう観点と、若い世代に興味を持ってもらうっていうところが求められているのかなと思います。依頼するのは介護事業所で、払うのも介護事業所だったんですか？今もそのパターンもあります。でも大きくは介護事業所が高齢者またはその家族世代に紹介して、その方たちがお金を支払うっていう形式です。介護事業所で多分今実績があられると思うんですけど、なんでそこの介護事業所をもっと攻めないのかなと思って、ご家族の方にシフトしていきたいみたいな。先ほど僕らがサービス例とさせた身体ケア、精神ケアってあると思うんですけど、介護事業所とかも精神ケアをやった方がいいと思ってるんですけど、そこまでする余裕もないし考える暇もないっていうところで、本質的に精神ケアはいいと思ってるが、もう身体ケアあたりの依頼をしてほしいっていうところが多いんですよ。僕たちが本来届けたいのはそこじゃない、本来の顧客像とずれてしまっているっていうところが課題としてあるので、そこをより感じてくれる家族世代をアプローチしているっていうのが現状です。身体ケアで入って精神的なケアもつながるんじゃないかなって僕は思うんですけど、身体ケアアプローチでいいのかなと思うんですけど、そこはどうして心理的なケアから入るって言いたいですか？学生側も交流をしたくて入ってきてるんで、お世話したくて入ってきてる学生って少ないんですよ。そこでもミスマッチが生まれてしまうっていうところがありますし、本来やりたいことをしっかりアピールした方が、じゃあ家事代行とかシルバー人材とかとは違うよねってお客さんとしても分かってもらいやすいので、僕たちが差別化としてアプリとして。学生は社会貢献したいっていうのはどんな社会貢献なんですか？ある意味介護みたいな感じじゃないんですか？それは結構違っていてて、介護したいっていう人たちは今まで見てる中で全然少なくて、むしろそういうシニアとの関わりたい。例えば他のバイトをしていて、バイト先でシニアのお客さんがいるんでめっちゃ喋りかけてくれると、これめっちゃ嬉しいねんけど、それをボランティアでしたいとは思わない。この交流みたいなのを実際にバイト仕事としてやっていくことを私はしたいっていう風に言ってくれてて、高齢化に対して課題を持っているが、介護というアプローチで解決したいわけではない。介護を効率化するっていう側面より、僕らは高齢者を活性化させていくっていう側面でやっているので、そこが学生にとっては刺さってるのかなと思います。それってコスパいいバイトやからやってるだけですよね、多分。どっちかというとお金してる人は今のところ少なくて、そこの層も取り込んでいきたいなと思ってるんですけど、現状コスパいいバイトやなというよりかは社会貢献したいっていうので、社会貢献に対して切り込んでいきたいんだったら絶対介護もしたいって思い出す人がいやでも実際介護ってやっぱりめちゃめちゃきつネガティブいからなイメージがすごい強い。僕もバイトしてる時に友達にめっちゃ言われたのが、大変やろうな知らんけどみたいな、知らないが大変っていうイメージがすごい刷り込まれてるんで、そこをやりたいって人らいない。今の具体的なその精神ケアっていうのはどういったことをされてるんですか？基本的に精神ケアを世代間交流っていう側面でアプローチしていこうっていうふうに思っていて、コミュニケーションがメインやと思ってるんですよ。学生とかにも最初の登録のタイミングで、介護を受けるシニアがいるんで、そういう介護的なところの最低限の知識を与えつつ、友達っていうところを意識して動いてほしいっていうのを伝えて、最初に研修みたいなのが入るんですか？はい、入ってます。とはいえコミュニケーションそのものが苦手だが社会貢献したいっていう人たちも一定数いるんで、そういう人たちに対してはコミュニケーション研修みたいなのを行ったりもしてて、はい。
まあめっちゃいいと思うんですけど、今後のこのサービス自体の設計として派遣会社になっていくのか、マッチング側になっていくのかでいうと、どういう構想で考えてます？マッチング側になっていこうっておー、なるほど。まあ、分かりやすい例で言うと高齢者版ベビーシッターとか UberEats、タイミーみたいな感じでプラットフォーマーとして動いていこうと思ってて、その研修とかも結構仕組みで解決めっちゃいいですしてます。はい、その方がスケールすると思うんで。さっき集客 SNS でやってるみたいに言ってたじゃないですか、はい実際どんな運用してて、でどのくらいの数字が出てるんですか？一応一通り全部やってます。 YouTube、インスタ、TikTok。正直全然まだ結果は芳しくないです。1年前ぐらいからとりあえず始めようで始めて、本格的に僕が前に出て動き始めるっていうのを始めたのがもう3ヶ月2ヶ月前ぐらいなので、これからっていう感じで、まあ、それぞれフォロワー1000ちょっとぐらいでやってるっていう。で、どういうコンセプトでどのくらい集客につながってるんですか？そうですね。今回って集客が一番欲しいじゃないですか。だからビジネスモデルも確かに大事なんだけど、どうやって認知を取っていくかってところがすごく重要だと思ってて、1個前までは世代間交流っていうのをテーマやってたんですけど、ちょっと切り替えていて、今学生企業×高齢者みたいな感じでピボットみたいな形で90何歳の方の戦争の話とかインタビューみたいなのを今取らせてもらったりとか、まあ、学生企業もあるんで、そういう学生起業家にインタビューしてたりして、今割とそこを模索してるっていう。それ絶対伸びないな、その感じだと。伸びないし、まずペルソナずれてないですか？ペルソナずれてますね。今家族世代にしたいなっていういや、ふうに。家族世代やからこそずれてるんですよ。ここの体験価値がずれてる感覚わかります？戦争の話してるだけって。あと学生企業とかどうでもいいんじゃないですか、家族からしたら。まあどこまで行ってもこれプラットフォーマーになっていくんですよね。って考えたら、まああんま聞かれたくないと思うけど、大学生の質っすよね。さっきユニコーンのアメリカの企業なんかありましたよね。あれの分析ってやってますか？させてはもらっていて、それってどうやって質の担保というかやってるんですか？多少文化が違うんで難しいですけど、そもそもフィルタリングとして通過率がめちゃめちゃ低いです。海外やと物を奪うとかのリスクがすごい高いっていうところもあって、結構個別面談でロープレみたいなのを最初に入れて、そもそも10何パーみたいな通過率でやってるっていうところで質を担保してます。あとは僕たちと似たような形で研修みたいなところを結構手厚くやってそこら辺の質を担保してるっていう。って考えた時にさっきの2500円で取って1200円で吐き出してるじゃないですか。利益残んなそうやなっていうのが一つと、前ピッチコンテストの審査やった時に家事代行サービスのなんかUberEatsみたいなプラットフォームのピッチ聞いた時に、そこの審査でどうしてもアメリカのやつを模倣しちゃうとミスるっていう結末になったんですよ。これどういうことかというと、さっき言ってた文化の違いで、アメリカで家事代行サービスしました、なんか盗まれましたってなってもプラットフォーム側ってあんまり叩かれにくいんですよ。でも日本ってめっちゃプラットフォームが叩かれるんですよ。って考えた時にアメリカの模倣じゃなくて日本ならではでどうやってやっていったらいいかみたいな、できるサービスの幅をこれやったら安牌で起こりにくいよね、事件性がみたいなところをまあずっとクリアしていったら段階的にレベル上がっていくみたいなのとか研修とか、そこがもう全てな気がしますね、プラットフォームになると。そこは結構その通りやなっていうふうには思っているので、だから良くも悪くも取り入れてるところと取り入れてないところは全く TTP してるわけではないっていうところはあって、ポジティブな面で言うと別に通過率をそこまで極端に下げる必要性は僕らはないと思ってるんで、そこら辺は大丈夫かなっていうふうに思ってますし、利益みたいなところも研修やるっていうふうにやってたんですけど、動画コンテンツとして作ってたりするので、毎回講師がいるっていうわけとかではないです。レビュー制度とかはあるんですか？あります。今って利用者って要介護が高い人が多いってことですか？要介護度は2から3ぐらいがやっぱり多いなっていうふうに。それは施設から紹介してもらうからですよね。でもそれをもっともっと施設からの紹介を増やしていけば、要介護2、1ぐらいの人が増えて、学生がお手伝いしたい人の層も増えてくるんじゃないんですか？そうやとは思います。だったらもっと施設側、ケアマネさんとかの多分ああいう人たちってすごい思いとかがやっぱり強い方多いので、すごいやっぱいいビジネスというかだと思うので、その理念を話していけば共感してくれてどんどん紹介してくれる方増えてくると思うんですけど、ダメなんですか？就活に有利だからとりあえずやってみようみたいな人とか出てくるような気がする。全然悪く使わなければウェルカムやと思っていて、コスパいいし学べないと最高やんみたいな感じで入ってくれる人も全然ありやと思ってて。確かに確かに。これってコスパいいっていうのはどっちかというと思いに共感してる学生が多いですよね。絶対そっちですよね。今はそうです。罪悪感プラス期待感っていうのを動画の中で見せることができたら、ターゲット層に近いような人たちに対してアプローチできるんじゃないかなというふうに思いますよね。いやでもアルゴリズム的にそこを狙ってターゲティングすることは無理なんですよ。